はい、どうも始まりました。ゆうきのコーヒー大学。本日はカリタの155と185の違いについて解説していきたいと思います。それではまずカリタで特徴的なのは、このように平底になっていて穴が3つあります。見えますかね。そしてこの形状に合わせてペーパーフィルターもこのように底が平らなものになっています。そしてこの特徴的なウェーブは20個あって、この形状によりドリッパーとの接地面を少なくして、長時間お湯が偏ったところに堆積せずに速やかにドリップできるそうです。そして本日の検証で使うコーヒー豆はこちら。メルボルンで有名なコーヒーロースタースモールバッチのコロンビアウォシュトプロセスの豆を使って飲み比べをしていきたいと思います。それではまずコーヒーを作る前にカリタを使う時のポイントが3つあります。1つ目がペーパーフィルターのセットの仕方。2つ目はたっぷりのお湯でペーパーフィルターをリンスすることです。3つ目はコーヒーのグラインドサイズを粗くすること。ペーパーをリンスするときはこのようにちゃんと手を添えて、この平らになっているところの真ん中に注いでください。なぜならペーパーフィルターは最初にお湯が触れたところにくっつくからです。なので例えば最初にこの特徴的なウェーブのところにお湯をかけてしまうと、ウェーブの形が崩れ抽出がブレる原因になります。そして崩れるのはこのウェーブの形だけではなくて、中に設置した時に斜めになってしまう。ドリッパー内でペーパーが斜めになってしまうと抽出が偏るので、均一な抽出ができなくなります。つまりは味がブレることになります。そしてペーパーフィルターの匂いというのはとても強烈なので、たっぷりのお湯でしっかりとリンスしてください。そしてリンスに使ったお湯はこのサーバーの中に入っていきます。なのでこのサーバー内のお湯を捨てたとしてもまだ紙臭い匂いが残っています。なのでもう一度リンスして紙の匂いを全て取ってあげましょう。以前投稿した動画でも解説していますが、ペーパーをリンスすることでコーヒーの味がよりクリーンになって明確になります。そしてコーヒーのグラインドサイズはハリオやコーノを使う時よりも粗くしてください。ウェーブペーパーフィルターは底の面積が大きい分、お湯の抜けがコーンのペーパーフィルターよりも遅くなります。お湯が対流するので粗くしないと抽出時間が長くなってビターネスとえぐみが増すことになります。それでは以上の3つのポイントに気をつけて作っていきたいと思います。はい、ということでまとめてみましょう。今日と同じ実験は今までも何度もやったことあるんですけども、今日はその実験結果も踏まえてまとめてみたいと思います。こちらのカリタの155のタイプは185のタイプに比べて垂直に近いこともあり、抽出時間が短くなる傾向がありました。つまりは185よりも抽出時間が早いということなので、同じレシピを使っていても155の方が抽出量が多くなりました。個人的な感想は155はスイートネス、甘みがありボディが強く口当たりが丸いラウンドなコーヒーに仕上がる傾向がありました。そして185のタイプは155のタイプに比べてアシディティが高くジューシーで、レイヤーが155に比べて薄く感じました。ブラインドで飲み比べても分かるくらい違いました。なので個人的には僕は155の方が好きです。皆さんももし機会があればぜひ比べてみてください。最後に有機的補足です。ポアオーバーは注ぐ位置によって結構抽出時間が変化します。
真ん中に注ぐと抽出時間が短くなり、逆に外側に多く注ぐと抽出時間が長くなります。なので僕は渦を巻くようにして注いでいます。カリタは抽出している時にお湯が対流しやすいので、もしコーヒー豆を粗くひいていても抽出時間が長い場合は、自分の注ぎ方にも注意してみると改善されるかもしれません。以上です。僕のチャンネルでは有益なコーヒーの情報をガンガン発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。一緒にコーヒーを楽しみましょう。それではまたお会いしましょう。ではまた。